神結びの神。始まりの時に現れ、すべてを生み出す力を宿す神。それが神結びの神と伝えられています。天地の始まり、高間ヶ原に現れた一人神。結びと呼ばれるその力は、命を生み、結び、満たしていく働きを持つとされます。姿を現さぬまま、すべてに満ちる気配のような存在。そう語られてきました。大国主の神が命を落とした時、天より使わされた癒しの力が、再びその命を呼び戻したと伝えられます。そこには母のようなぬくもりが静かに感じられます。小さき神少なびこなの神を送り、国づくりをそっと支えたとも語られます。また五穀の起こりにも関わり、命の営みを静かに整えていく存在として理解されてきました。形を定めず、すべてを生み出す神。神結びの神は、あらゆる命の奥で、今もなお、生成の気配を宿しているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名。神結びの神。古事記における表記がこの形で、現在最も広く用いられています。高見結びの神と同様、結び、結びのどちらの読みも使用されています。所属、天津神、増加三神、こと天津神。天地開闢の際に現れたこと天津神の第三の柱であり、雨の水主の神、高見結びの神とともに増加三神を構成します。また、出雲神話では、地上の神々を支える存在として、国つかみ的な性格を帯びると解釈されることもあります。性別、不明。古事記では一人神とされ、性別を持たない存在と考えられています。一方で、大国主の神の蘇生神話などから、母性的な神格として捉えられることもあります。別名と表記揺れ一例。文献や時代によって表記が異なり、いずれも生成の霊力を示す名として伝えられています。同一視される存在一例。高見結びの神。対となる存在として並び立ち、引用的な一体の神格として捉えられることがあります。千手観音菩薩、十一面観音菩薩。万物を生み出す性格から、仏教において慈悲の象徴と重ねられることもあります。司るもの、万物の生成と創造、生命の再生と蘇生、農耕と五穀の起源、神々への指示と援助。結びの力として、命を生み、つなぎ、再びよみがえらせる働きが象徴されています。主なご利益、縁結び、子孫繁栄、五穀豊穣、病気平癒、再生、立ち直り。生命の生成と回復に関わる神として、人の営みに深く結びつくご利益が語られています。鎮座地、広く知られる社の中からいくつかを挙げています。出雲大社、大国主の神を主催神としながら、本殿内の五脚座御神の一柱として祀られます。また、境内の命主の社では、主催神として祀られ、大国主の神の命を救った神として特別な位置を占めます。東京大神宮、増加三神の一柱として祀られ、縁結びの神としての信仰とともに、天地生成の力を担う神として崇敬されています。夜柱神社、
雨の水主の神、高み結びの神、神結びの神、天照大神の夜柱を主催神として祀ります。願い事が結ばれる神として広く信仰されています。天居、いくつかの主要な文献を挙げています。古事記、天地開闢において現れた造化三神の一柱として記され、大国主の神の蘇生や国づくり支援に関わる神として描かれます。日本書紀、カムムスヒの御事として登場し、生成や統率の力を持つ神として扱われています。出雲の国不土記、神結びの御事として記され、出雲の神々の祖としての側面がうかがえます。古語周囲、天中の三神の一柱として言及され、祭祀や士族との関わりが伝えられています。神事周囲、神結びの神は神話の中で直接姿を見せる場面は多くありませんが、重要な局面で働きを示す神とされています。大国主の神の蘇生では、天より癒しの神を遣わし、命を呼び戻し、国づくりの物語を支えた存在と伝えられます。また、少なびこなの神を送り出し、小さき命にも意味を見出すような、繊細で広がりのある生成の力が語られています。さらに、五穀の起源や浄化の働きにも関わり、命の始まりと終わり、汚れと再生の境を整える神として、静かにその役割を担っているのかもしれません。最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を留めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。